はいどうも、ゆちチャンネルです。皆さん、SUV は好きですか？このチャンネルをご覧になっている方でしたら、もちろん答えはイエスですよね。今回は禁断の比較、レクサス NX350H F スポーツとクラウンスポーツハイブリッド Z、この両モデルを私独自の視点から徹底比較させていただきます。ちなみにクラウンスポーツでは駆動方式が4駆の E4 のみの設定となっていますので、 NX も同じく AWD モデルでの比較検証とさせていただきます。巷でよく比較対象とされているこの両車両なんですが、車両金額の差、標準装備の内容、オプション内容の詳細、予防安全機能の差、あと実際の乗り出し価格などですね、皆さんが気になるであろう内容をふんだんに盛り込んでおりますので、ぜひ最後までご覧ください。それでは早速ですが、両モデルの比較やっていきましょう。まずは車両金額から見ていきましょう。NX350H F スポーツ AWD は車両本体価格667万6000円。対してクラウンスポーツ Z は590万円となっています。価格差はなんと77万6000円の開きがあります。皆さんまずはこの価格差をよーく覚えておいてくださいね。この価格差に対してこれから詳しく解説する内容が妥当な金額だと思えるのかどうなのか、皆さん自身でご判断ください。よかったらコメントで皆さんの価値観の共有をお願いします。では続いて車両スペックを比較していきましょう。エンジンは両モデルともに全く同じ型式のエンジンを積んでいます。直列4気筒 2.5 リッターとハイブリッドバッテリーの組み合わせとなっていまして、違いがあるとすれば NX はリチウムイオン電池、対してクラウンスポーツはバイポーラ型ニッケル水素電池となっています。一般的にバイポーラ型の方が瞬時に大出力のパワーが得られていると言われていまして、車両の発進ですとか加速時のレスポンス向上がメリットだと言われています。しかし NX とクラウンスポーツではそもそもフロントモーターの型式自体に違いが見られるんです。NX のフロントモーターの最大出力が182馬力なのに対して、クラウンスポーツでは120馬力と、フロントモーターの馬力差で見ると62馬力も差があります。リアモーターに関しては全く同じ型式、全く同じ動力性能だったんですが、そもそもエンジン自体の出力も NX とクラウンスポーツでは4馬力ほど NX の方が上回っています。システム最高出力に関しても NX では243馬力なのに対してクラウンスポーツでは234馬力と、その差9馬力となっています。このことからも同じエンジンだったとしても NX の方がよりハイチューンな車両設定となっていることがわかるかなと思います。続いて車両の大きさを比較してみましょう。ここはちょっと私的にはあまり気にしてないのでさらっといきたいかなと思います。両モデルの寸法はご覧の通りとなっています。全長全幅はクラウンスポーツの方が大きく、全高はクラウンスポーツの方がより低いスタイルとなっています。全体的なこのサイズ感の違いが結果クラウンスポーツの外観をよりワイド&ローにしているんだと分かります。ちなみに両車両ともに全幅1850を超えていますので、立体駐車場などのパレットサイズには収まらないサイズ感となっています。続いて車両重量と燃費を見ていきましょう。重量は両車両ともに同じ 1810 キロとなっております。しかし使用燃料と燃費には違いが見られます。NX はハイオク仕様、一方クラウンスポーツはレギュラー仕様となっていまして、燃費はカタログ値 WLTC モードで NX ですと 19.9 キロなのに対し、なんとクラウンスポーツは 21.3 キロとNX よりも大きな21インチタイヤを履いているのにもかかわらず、この高燃費な結果となっているのには驚きですね。コスパいいですよね。いや、すごいです。それでは続いて外観装備の違いを見てみましょう。外観のスタイルは個人個人の好みになりますので、ここでは機能的な内容に絞って比較していきたいと思います。まず NX ですが、ヘッドライトはもちろん3眼アダプティブヘッドライト機能となっていまして、 LED フォグ、コーナリングランプも標準装備となっています。
リアのテールレンズ含めてですね、透過類は全て LED 仕様となっています。一方、クラウンスポーツはどうかというと、ヘッドライトは単眼なんですが、しっかりアダプティブ機能付きとなっていまして、LED のフォグ、透過類も同じく全て LED 仕様となっています。違いがあるとすればですね、コーナリングランプがクラウンスポーツにはついていないということくらいかなと思います。あとはサスペンションですね。NX では NAVI-AVS、これはアダプティブバリアブルサスペンションの略で、路面の状況や運転操作などに応じてショックアブソーバーの減衰力を4輪独立に制御することで、滑らかな乗り心地と優れた安定性の確保、車両の姿勢維持、あとドライブモードセレクターの走行モードを選択することで減衰力を切り替えることができる機能のことです。こちらの機能は NX-F スポーツモデルは標準装備なんですが、クラウンスポーツ Z では非装着となっています。さらに NX の F スポーツモデルにはフロントリアともにパフォーマンスダンパーが標準装備となっています。ここはさすが F の称号を持つスポーツモデルですよね。走りに対してですね、高いこだわりを感じる部分かなと思います。しかし代わりにクラウンスポーツでは私も実際に体験して驚いた快適装備 DRS が標準装備されています。 NX には装備されておりません。ご存知の方も多いと思うんですが、 DRS とはダイナミックリアステアリングの略で、ハンドル操作と車速に応じて後輪が切れる角度を制御することで低速走行時の取り回し性、中速走行時の走打応答性、高速走行時の安定性向上に貢献してくれる画期的な機能のことです。この機能のおかげでですね、クラウンスポーツの最小回転半径は 5.4 メートルと NX の最小回転半径 5.8 メートルを大きく下回る車両の大きさを感じさせない取り回しの良さとなっています。そしてボディカラーを選択する上でも違いが見られます。NX ではボディとルーフの色を変えるといったバイトーンカラーなどの選択はできません。ソニックカッパーですとかヒートブルーなどの特別色以外は特に追加の費用も発生しません。一方、クラウンスポーツではバイトーンカラーを選択することはできるんですが、オプションで9万円となっています。しかもクラウンスポーツですとホワイトパールですとかエモーショナルレッドカラー、こういったカラーも5万円の追加オプション設定となっていますので、ここは注意が必要かなと思います。ブラックですとかアッシュ、こういった色でしたら無償で選択することができます。それでは続いて車内装備の違いを見ていきましょう。まず大きな違いはやっぱりここですよ。フル液晶メーターですよね。NX では7インチ相当となっていますが、クラウンスポーツではフル液晶メーターとなっております。新しいもの好きの方にとってはこの装備の違いはでかいんじゃないでしょうか。しかも液晶メーターは停車中ですとか走行中においても何度か視線を落とす箇所でもありますので、この部分の満足度が高いと日常の普段の運転での満足度にも影響してくるんじゃないのかなと思います。そしてクラウンスポーツには NX にはついていないもう一つの目玉装備、そうアドバンストドライブが標準装備されています。これによってレーダークルーズ中、高速道路ですとか一定の条件下のもとですね、40キロ以下で手放し運転が可能となるわけです。つまり半自動運転機能を搭載しているということです。やはりここも大きな先進機能の違いと言えますよね。続いてシート周りの違いも見てみましょう。両モデルともに本側のシートですとかフロント席のシートヒーター、ベンチレーション、こういった装備は同じでついているんですが、パワーシートがですね、 NX では運転席助手席8ウェイ、一方クラウンスポーツでは助手席のみが6ウェイとなっています。しかしクラウンスポーツには NX にはついていない助手席の肩口にもパワーシートスイッチがついています。でこれがついていることによって運転席側から後席から助手席のシート調節が可能となるわけですね。さらに NX にはパドルシフトがついているんですけど、クラウンスポーツにはなぜか非装着なのも大きな違いではないでしょうか。アクセルやブレーキペダルに関しても F スポーツではアルミペダルとなっているんですが、クラウンスポーツにはそういった過色はありません。そして夜間、車内の雰囲気を変える装備、アンビエントライトに関しても違いが見られます。
NX では50色のマルチカラーから色の変更が可能なインテリアイルミパッケージなるものがあるんですけど、クラウンスポーツではアンビエントライトはあるんですが、白一色となってまして、光る箇所も NX と比べると圧倒的に少なくなっています。また、ディーラーオプションで追加施工する、そういった設定もありません。ちなみに NX ではドリンクホルダー内ですとか、フロント席のドアポケットに追加でアンビエントライトを施工することができます。シート色に関しても NX ではブラック、ソリスホワイト、フレアレッド、ヘーゼル、この4色から選択可能なんですが、クラウンスポーツではブラックとサドルターン、この2種類の展開となっているのも大きな違いです。そしてここでメーカーオプションについてしっかりと把握しておきたいことがあります。ここでも標準装備に両モデルで大きな違いがありますので、必ず把握しておきたいところです。まず NX ですが、置くだけ充電、デジタルインナーミラー、ドライブレコーダー、ITS コネクト。この ITS コネクトっていうのは、車のセンサーでは捉えきれない見通し外の情報ですとか、信号等の情報。例えば、救急車が接近してきたときは、その距離と方向を液晶に表示したり、信号待ちの際は待ち時間を表示するですとか、前方が赤信号なのにもかかわらずアクセルを緩めない。そういった場合には注意喚起してくれたりとかですね、かゆいところに手が届く孫の手のようなね、優しい安全運転支援システムのことです。このような装備が NX ではオプションで装着可能となっているんですけど、なんとクラウンスポーツでは全て標準装備、全て車両本体価格に含まれているんです。NX でこの装備を全て装着するとなると、その総額はなんと12万7600円となります。それがクラウンスポーツではすでに車両本体価格に含まれているという、なんともね、贅沢な大盤振る舞い紙仕様となっているんです。この仕様が少なからず最終的なリセール価格にも影響してくるんではないかなと私自身は見ています。続いて NX にはオプション設定となっている後席シートヒーターおよび電動格納シートに関してです。こちらはクラウンスポーツでは装着できません。というか PHEV 車専用となっていますので、 Z モデルには装着できない仕様となっています。そしてパノラマルーフについても違いがあります。NX のパノラマルーフは開閉、チルとともに可能な仕様となっているんですが、クラウンスポーツでは開けることができない仕様となっています。つまり単なる明かり取りということです。この仕様の差で金額差は約10万円ほどの価格差があります。こういったオプション戦略どう思いますか？よかったらコメントで教えてください。最後になりましたが、予防安全装備、コネクテッドサービスについても見ていきましょう。ここでは発売時期の違いがそのまま機能面に反映している結果となってまして、結論ですね、クラウンスポーツの圧勝となっております。NX についてない機能としては、セカンダリーコリジョンブレーキ、後方車両接近告知、周辺車両接近時サポート、こういった装備ですね。この機能は現状ですね、新型 LBX ですとか RX で搭載されている機能となってまして、その機能がクラウンスポーツには全て標準で装備されています。予防安全機能ではもはや RX と同格となっているんですよね。インフォテインメントの部分でもフル液晶メーターを装備していることで実質 RX 以上となっています。こういった部分がレクサス社がトヨタ車に負けていると、そう言われるゆえんなのかもしれないですね。レクサス好きな私としてはね、ほんと悲しい限りなんですが、ここでコネクテッドサービスにも若干の違いがありますのでお伝えしたいと思います。レクサスでは新車では3年間、CPO では2年間、マイレクサスアプリ、オペレーターサービス、定期メンテナンス、こちらは適宜オイルの交換ですとかエアフィルター、ワイパー、ゴム、エレメント交換代も含んでます。そして全国のレクサスオーナーズラウンジの利用が全て車両本体価格に含まれています。一方、クラウンスポーツはというと、新車購入時に申し込みができるパック料金設定となっていまして、アプリですとかオペレーターサービス、このようなサービスが3年間18,150円で利用できます。メンテナンスパックは販売店によってですね、料金に変動があるかと思いますが、追加費用がかかる仕様となっています。
またですね、ラウンジ等の利用はできません。ということで、今までお伝えしてきた内容が両モデルの大まかな装備内容の違いとなります。どうでしょうか？意外といろんな発見があったのではないでしょうか？皆さんが気になった違いはありますか？ぜひコメントでそのあたり共有お願いします。一旦ここでですね、一番初めにお伝えした両モデルの車両金額差を思い出してみましょう。両モデルの金額差は77万6000円となっています。皆さん、これまでお伝えしてきた装備の違いで、この77万6000円の金額差は妥当だと思いますか？どうでしょうか？それではここで NX とクラウンスポーツ両モデルともに同程度のオプションを装着した場合ですね、実際の乗り出し価格はいくらになるのか試算してみました。付けたオプションはクラウンスポーツに標準装備になっていた装備とフロアマットのみで試算してみました。一方クラウンスポーツには純正のフロアマットのみ追加してます。まずはレクサス NX350H F スポーツ AWD の場合です。その結果はというと、こちらです。総額699万1980円となりました。一方、クラウンスポーツ Z はというと、総額608万6970円となりました。差額は90万5010円となってます。やはりですね、追加のオプション装備で価格差はさらに広がってしまう結果となりましたね。NX350H F スポーツ AWD とクラウンスポーツハイブリッド Z、この車両の価格差は約90万円だということが分かりました。しかしですね、実際の商談する場では F スポーツモデルにパノラマルーフですとかオレンジキャリパー、こういった装備をつける方も多いかと思いますので、そうなってくるとクラウンスポーツにパノラマルーフをつけたと仮定したとしてもですね、金額差は約100万円ほどになってくるんじゃないかなと思います。で、価格差100万円。なかなか厳しい結果となりましたね。実際こうやって比較検証してみると、クラウンスポーツのコスパの高さがより際立って見えてくるかもしれないですね。とは言ってもですよ、NX もクラウンスポーツも、どっちの車が上ですとか下ですとか、そういった話ではなくて、両モデルともに質の高い車両であることは変わりはないんです。大切なのは、自分がね、納得した上で好きな車を選ぶことだと私は思います。で、そして今回の動画がその決断の材料となったのなら、私としては本当に嬉しい限りかなと思います。ということで、今回は禁断の比較、人気沸騰中の NX350H F スポーツモデルと奇抜なデザインで街中でも注目を浴びること間違いなし、クラウンスポーツハイブリッド Z を徹底比較させていただきました。このチャンネルはレクサス関連を中心とした様々な比較系動画ですとか、車好き会社員のたわいもないラジオ動画を自由気ままに配信しております。よかったらチャンネル登録、いいねで応援お願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またねー。